大変です。社長令嬢が倒れました。工場の休憩時間が明けた直後、そんな絶叫に近い叫び声が響いた。見ると、スーツ姿の女性が床に崩れ落ち、苦しげに息をするばかりだ。誰か AED はないのか？救急車はまだか？作業員たちは右往左往し、責任者は懸命に救急要請を叫ぶ。けれど、そんな彼らの様子をぼんやりと眺めていた俺は、まるで時間が止まったかのように動けずにいた。大変です。あと30分以内に処置しないと心停止の恐れがあるかもしれません。周囲の悲鳴がこだまする中、俺は決意したように奥歯を噛み締める。俺がオペをします。絶対助ける。周囲の作業員たちが一斉にこちらを振り返った。その瞳は戸惑いと疑問でいっぱいだ。何しろ、俺は普段、ただの工場作業員の姿しか見せていないのだから。この後、俺が正体を現したことにより、俺と彼女の人生が再び動き出すことになる。俺の名前は上白翔太。医療機器メーカー、桜ホールディングスの下請け工場で作業員として働いている。職場は金属加工のラインや検品の部署が混在する中規模な工場で一年中機械音が絶えない。医療機器といっても俺が担当しているのは手術器具の一部や検査装置用の微細なパーツを組み立てたり検品したりする地味な工程だ。周りからは上白は妙に器用、ミスが少ないと評価されているらしいが、正直自分では手先の器用さなど意識したことはない。ただここの作業に関しては比較的慣れるのが早かった。それでも工場勤務というのは単調といえば単調で、一日中パーツのバリ取りや組み立て検査をやっていると頭を回すよりも手を動かす方が先に来る。とはいえ俺たちが作っているのは手術器具のパーツや検査装置の部品。病院で使われ患者さんの命を支える道具だ。今俺の手元にあるパーツの仕上げが少しでも雑だったら、手術中に不具合が起こったり、検査精度が落ちたりする可能性だってある。自分一人が担当しているのは、たかが小さな部品に過ぎないかもしれない。だけど、それが一つのミスもなく完成し、次の工程に回され、最終的には世界中の患者さんの治療に使われる。そう思うと、自然と背筋が伸びる。俺が入社してから1年半が経った頃、いつものように作業着姿でラインに立っていると、休憩室から戻ってきた同僚たちがワイワイと騒いでいた。今日社長令嬢が視察に来るらしいぞ。社長令嬢って桜ホールディングスのトップの娘さんだろ。しかも結構な美人らしいじゃん。工場内は普段から騒がしいが、この日はいつにも増して浮き足だった空気が漂っていた。俺はカチャカチャと工具をいじりながら全く関心がない風を装っていたが、心の中では少しだけ嫌な予感がしていた。その時、現場の責任者が大声で呼びかけた。おいみんな、作業止めて一旦集合だ。社長令嬢がお見えだぞ。手を止めてきちんと挨拶をしろ。まばらに作業服を着た同僚たちが集まり始める。俺も流れに従って一列に並んだ。工場の入り口から小柄な男性役員とスーツ姿の秘書らしき人が続き、その後ろを歩いてくる女性が見える。すらりと伸びた足、上質そうなスーツ、揺れる長い髪。はじめは距離があったからぼんやりとしか見えなかったが、一歩一歩俺たちに近づくにつれ、その顔立ちがはっきりとわかるようになった。息が詰まる。頭が痺れるような感覚に襲われた。まさか本当にと思った。さつき。心臓が強く打つ音が自分自身にもはっきり聞こえる。彼女の名前は新藤さつき。俺の高校時代の恋人であり、結婚を意識するほど特別な存在だった。突然の再会。俺はごくりと唾を飲む。美人だと噂になるのも当然だろう。高校生の頃から整った顔立ちをしていたが、今の彼女はあの時よりも大人っぽく、どこか冷たい光を瞳に宿しているようにも見えた。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。当社としては工場の実情を把握し、さらに良い品質管理を行いたいと考えております。彼女は視線を現場責任者に向けて手短に挨拶を始める。俺たち作業員に対しても一応微笑みを向けた。その瞬間、さつきと俺の目が交わった。まさか
彼女に気づかれないわけがない。あれだけ濃い時間を共に過ごした相手だ。俺は目をそらすべきか、それともここで毅然と彼女を見据えるべきか、一瞬迷った。しかしさつきはほんの一拍言葉を詰まらせたかと思うと、すぐに何事もなかったかのように視線を切り替え、表向きの笑みを保って挨拶を続ける。まるで他人を見ているかのような冷淡な目だった。では早速 LINE を回らせていただきます。現場の様子を拝見して製造プロセスについていくつかお聞きしたいことがありますので。視察が始まり、俺たちは作業に戻るように指示される。周囲はどこか緊張した空気になったが、彼女の足取りはスムーズで、現場責任者が説明しても的確に相槌を打ちながら淡々と受け答えをしている。もしかしたら彼女にとってはこうした視察は日常茶飯事なのかもしれない。ちらちらと周囲を見回していると、ふと視線の先にさつきが立っていた。彼女は一人で歩き回っていたらしく、案内役の姿は見当たらない。ロボットアームの動作を興味深そうに見つめながら時々メモを取っていたが、その横で作業している俺に気づくと一瞬だけ柔らかい表情を浮かべた。ご苦労様。こんなに暑い中での作業大変ですね。昔と全く変わらないどこか優しげな声。思わずやっぱりさつきだと胸が詰まるような感覚に襲われたが、そのぬくもりは一瞬だけだった。すぐに彼女は視線を細め、まるで寝踏みするかのように俺を上から下まで眺める。そして冷たい笑みに変わる。それにしてもあなたこんなところで働いてるのね。技術職でも何でもない、ただの作業員。まるで俺を寝踏みするかのような口調だ。高校時代あんなに優しかったさつきの面影はかけらもない。さつき、久しぶり。まさか社長令嬢がお前だったとはな。俺がようやく言葉を絞り出すと、さつきは一瞬だけ目を伏せて小さく笑った。社長令嬢って言っても、父が最近になって社長に昇進しただけ。以前はただの役員の一人だったから、私もこんな肩書きを背負うことになるなんて思ってなかったの。あなたも知らなかったでしょ。そんなことより久しぶりなんてよく言えるわね。彼女は小さく鼻で笑うと鋭い視線を向けた。私あなたを振って正解だったわ。だって見てよ、今のあなた下請け工場の末端でしょ。それがあなたの限界だったのよ。胸の奥がズキリと痛んだ。俺が何をしようとお前には関係ないだろ。かろうじて言葉を絞り出すと、彼女はそうねと冷たく言い放った。あの時別れて正解だったわ。じゃあ仕事の邪魔になるといけないから失礼するわね。振り返ることなく立ち去るさつき。その姿を見送るしかなかった。彼女が去っても胸の痛みは収まらず、俺はただ手持ち無沙汰に工具を握りしめる。いつも通り仕事をすればいいだけなのに集中できない自分がもどかしかった。工場の作業音がやけに大きく聞こえる中、俺は黙って手元のパーツを組み立てながらさつきとの過去を思い出していた。あれは高校2年の夏だったと思う。さつきは校内でも知られた美人で成績優秀、しかも大企業の役員の娘ということもあって男子の間では憧れの的だった。一方の俺は特別派手でも優秀でもない、どこにでもいる普通の男子生徒。最初はそんな彼女が俺なんかと深く関わるはずがないと思っていた。ところがある日の放課後、体育館裏を通りかかった時、しゃがみ込んで静かに泣いているさつきを見つけた。さつき、大丈夫か？慌てて駆け寄ると、彼女は一瞬驚いたように顔を上げ、それから慌てて涙を拭った。いつもクールで完璧に見える彼女が泣いているなんて、少し信じられなかった。ごめん、なんでもないの。ただ、模試の結果が悪くて、私、周りからすごく期待されてるのに、こんなんじゃダメだって分かってるんだけど、どうしようもなく情けなくて。消え入りそうな声で、そう漏らしたさつきの表情は、普段の堂々とした彼女とは、まるで別人のようだった。見れば、手元には模試の成績表がくしゃくしゃになったまま握りしめられている。そっか。でも、そんなに気にしなくてもいいと思うけどな。模試なんて1回や2回、悪い結果が出るのは普通だろ。完璧な人なんてどこにもいないし、さつきだって例外じゃないさ。
俺なりに素直な言葉をかけたつもりだった。すると、彼女は目を伏せて小さく肩を震わせる。私、みんなに期待の娘って見られてるから。一度でも失敗したら、きっとみんながっかりするって思うと怖くて。その涙がポタリと地面を濡らすのを見て、思わず胸が痛んだ。周りから完璧に見られる分、彼女には人知れず背負っているプレッシャーがあるのだろう。おせっかいかもしれないけれど、何かしてあげたいと思い、校舎の自販機でスポーツドリンクを買ってきて、彼女に手渡した。ほら、ちょっと飲めよ。水分補給大事だからさ。それに、無理しなくていいんじゃないか。周りがどう言おうと、頑張るのはさつき自身だろ。自分で言いながら、我ながらありきたりだと思う。でも、そんな言葉しか出てこなかった。ところが、さつきは小さく息をついてキャップを開け、ごくりと一口飲んでから、かすかに笑ってくれた。ありがとう。実はこんな姿、誰にも見られたくなかったんだ。いつも強がってばかりだから、こんな風に泣いてるのは恥ずかしくて。彼女は困ったようにうつむきながら、恥じらいと安堵が入り混じった表情を浮かべていた。俺はそんな彼女を見て、完璧だと思われていたさつきにも、弱い部分があるのだと、初めて気づいた。いや、強がらなくていいよ。俺は全然気にしないから、誰だって失敗もするし、落ち込むこともあるんだって。そう言ってやると、彼女はほっとしたように笑みを浮かべる。どこか子供っぽい無防備な笑顔。体育館裏の隅で見たその顔が、後になってもずっと脳裏から離れなかった。強いようでいて、実は繊細な彼女。この時感じたギャップこそ、俺がさつきに惹かれた最初の瞬間だったのかもしれない。それからしばらくして、俺たちはよく自習室で顔を合わせるようになった。ある日、科学の参考書を熱心に読んでいる俺に、さつきが、ねえ、ここの問題、一緒に考えてくれない？と声をかけてきたのが始まりだ。おう、いいよ。ちょうど俺も同じ範囲で詰まってたところだし。本当？じゃあ一緒に解いてみよう。いつもはクールなさつきが、俺の隣で問題を指さしながら、ここがわからない。こういう解釈で合ってるかなと、まるで素のままの姿を晒してくれる。時々、解けたと彼女が純粋に喜ぶ顔を見ると、なんだか自分まで嬉しくなる。ある日の放課後、自習室で二人して科学の問題を広げていると、さつきがふと目線を上げて言ったんだ。ねえ、上白って成績いいじゃん。将来は何になりたいの？俺？医者になりたいんだよね。人の命を助ける仕事をしたいって昔から思ってて。そう答えると、さつきは少し目を丸くした後、照れ隠しみたいに視線をそらして小さく笑った。そっか、医者か。上白なら絶対になれると思う。実は私、将来は父の会社に入ろうかなって思ってるの。医療関係の仕事に興味があるし、もしそうなったらずっと一緒にいられるかななんて。最後の言葉はボソッと恥ずかしそうに口ごもりながらだったけれど、その瞬間、彼女の横顔がほんのり赤くなったのを見て、胸がドキリと高鳴った。普段はクールでしっかり者な彼女の、そんな初々しい一面に触れるたび、俺はますます惹かれていく自分に気づいていった。気づけば、放課後を共に過ごすのが当たり前になり、いつの間にか自然と恋人同士になっていた。周囲からもお似合いだよと冷やかされたり、純粋に応援されたり、とにかく当時の俺たちは将来の結婚も視野に入れるほどの仲の良さだった。ところが、大学受験、特に俺が目指す医学部の入試が近づくにつれ、妙な焦りとプレッシャーが俺にのしかかってきた。結果として、俺は大学受験に失敗し、浪人が決まってしまった。その時までは、まあ浪人は想定内だ。さつきも受験が終われば、また一緒に勉強したり励まし合ったりしよう、と、割と前向きに考えていた。だけど、さつきは俺の浪人が決まった途端、突然別れを切り出してきたんだ。浪人生が彼なんて恥ずかしすぎる。私、あなたとはやっていけない。彼女は冷え切った目でそう告げた。あなたが医者になれるかと思って付き合ってあげたの。でも浪人でしょ？こんな将来が見えない人と私は付き合えない。はっきり言って、私たちは違う世界の人間だと思うの。その時のさつきは本当に冷たい目をしていた。まるで俺を全否定するかのような。その眼差しが忘れられない。
俺は言葉を失ってしまった。話し合おうにも。もう時間ないから、帰るね。とだけ言い残して、さつきは俺の元を去った。それ以来、彼女とは連絡を取っていない。まさか再会するなんて、思いもしなかった。しかもこんな形で。上白、何ぼーっとしてんだよ。手止まってるぞ。隣で作業していた同僚の声にはっと我に返る。気づけば、コンベヤで流れてきたパーツの検品が山積みになっていた。悪い、今やる。慌てて手を動かし始める。だが、心は落ち着かない。いや、今更どうこう言っても始まらない。彼女はもう俺の知るさつきじゃない。社長令嬢として会社を支える人間となり、俺なんかとは縁がない。俺はここでの仕事を黙々とこなして目立たないように生きていくんだ。そう自分に言い聞かせながら作業を再開しようとした矢先、視界の隅を横切る人影があった。ふと顔を上げると、さっきまで現場責任者の説明を受けていたはずのさつきが一人で出口へ向かって歩いているのが見える。周囲の従業員もご視察ありがとうございましたと口々に声をかけてはいるが、さつきはどこか浮かない表情のまま、小さく会釈をするだけで足早に通り過ぎていく。俺も声をかける気にはなれなかった。ところが、そのまま彼女の姿が出口に消えようとした瞬間だった。誰かの短い声が聞こえたかと思うと、パタリと物が倒れるような音が響く。とっさに視線を向けると、ちょうど扉の近くで、さつきが床に膝をついて、うずくまっているのが見えた。少し離れた場所に立っていた従業員が、神道様がと叫ぶのと同時に、彼女の体はぐったりと床に崩れ落ちる。ちょっと、大丈夫か？工場の空気が一瞬にして張り詰める。俺も慌てて駆け寄ると、さつきは額に汗をびっしりかき、苦しそうに浅い呼吸を繰り返していた。どう見ても、ただの貧血という感じではない。額に手を当てると、体は熱いくらいなのに、顔色は青白く、唇さえ紫がかっている。さつき、聞こえるか？おい、しっかりしろ。返事はない。周りのスタッフたちも動揺を隠せず、誰かが、救急車呼んでくれと大声で叫ぶと、一斉にバタバタと走り回り始めた。すみません、どいてください。彼女が息してるか確認を。焦りながらも、俺は彼女の意識レベルと脈拍を確かめようとする。気づけば、自然とそんな行動をとっていた。周りがざわざわと騒ぎ立てる中、俺はなんとか呼吸の状態を把握しようと耳を近づけ、胸の動きを確認する。脈は弱い。呼吸も浅く乱れている。まずい。急いだ方がいい。そんな考えが頭をよぎるのと同時に、外からサイレンの音が聞こえてきた。どこかの従業員がすでに救急車を呼んでいたらしい。さつきの意識は低下したまま。声をかけてもろくに反応がない。こんな状態の彼女を放っておくわけにはいかない。俺は他のスタッフと協力して彼女を担ぎ上げ、工場の外へ運び出す。救急車が到着するまでの数分間がやけに長く感じられた。彼女の顔は見る間に血の気が引いていくし、呼吸もますます弱くなる。俺の背中には嫌な汗がじっとりと滲んでいた。バタバタとしたまま、俺はさつきに付き添って救急車に乗ることになった。車内では救急隊員が手際よくバイタルを図り、必要な処置をしながら病院へ連絡を取っている。あと少しで病院に着くからな。頑張れよ。そっと彼女の手を握りながら、俺はかすれる声でそうつぶやく。自分でも驚くほど手が震えていた。搬送先の病院は工場から比較的近い場所にある総合病院だった。正面玄関に救急車が横付けされると、ストレッチャーでさつきが運び込まれていく。俺もそのまま後を追いかけ、エレベーターで救急処置室へ向かった。白衣の医師や看護師たちが駆け寄り、素早く状況を確認する。担当の当直医らしき男性が険しい表情でこちらを見た。付き添いの方ですか？どのように倒れたか詳しく教えてください。はい。突然、工場を出ようとした時に倒れて、息が荒くなって、動揺しながら説明する俺をよそに、医師や看護師たちは手際よくさつきに点滴や酸素マスクを装着し、血液検査や心電図の準備を始めている。あちこちから、医療機器の警告音やスタッフの緊迫した声が飛び交う。脈が不規則です。血圧もかなり低下してきています。そんな時、病院の廊下を駆けるようにやってきたのが、
指導と名札に書かれた医師だった。すぐに CT 室に運んで、心電図の乱れも確認しておいてください。酸素投与は継続で。あと何より、ここでは外科的対応が厳しいかもしれない。手術が必要なケースなら、専門医がいないとかなり危険だ。早めに転院も検討しないと。言葉の端々に、時間がないことがにじみ出ていた。俺は胸が苦しくなるのを感じながら、なんとか勇気を出して声をかける。彼女の容体は、そんなにやばいんですか？指導はちらりと俺を見た後、冷静な口調で言った。そうですね。はっきり言って、あと何分かのうちに、適切な処置をしないと危険です。お名前は？上白翔太です。彼女とは、知り合いで、工場で一緒だったんですが、言葉がうまくつながらない。頭の中がぐちゃぐちゃだった。医師たちのやりとりから察するに、この病院には皐月の症状に対処できる専門医がすぐにはいないらしい。転院するにも状態が不安定なままでは命の危険がある。そのタイムリミットが刻一刻と迫っている。皐月さんの病状はおそらくごく特殊なケースです。調べてみないと正確には言えませんが、消化器系か心臓周りか、あるいはもっと複合的な原因かもしれない。どちらにせよ、早急にオペの準備をしないと手遅れになる可能性が高い。だが、ここの外科は専門外で、指導が言いかけたところで、彼の視線がふと俺の方に向いた。その瞬間、まるで何かを思い出したように目を見開く。そして、ゆっくりと口を開いた。上白翔太、まさか、あなたが。一泊。俺は何か嫌な予感がして、思わず指導の視線から目をそらしかける。だが、指導は一歩近づいてきて、まるで俺の顔をまじまじと観察するように見つめた。もしかして、あなたが噂に聞いた海外で天才外科医として活躍していた上白医師。いや、上白先生じゃないですか？数年前、アメリカの医学雑誌で何度も名前を見かけました。写真で見た気がする。周囲の看護師たちも指導の発言に驚いたように顔を見合わせる。俺は心臓がギュッと締め付けられるのを感じた。そんな、俺はただの工場作業員です。あなたは人違いをしてるんじゃ。いいえ、間違いありません。いや、正直ずっと噂でしたから、実在するのか半信半疑だった。でも、その顔は確かに、上白翔太医師。海外で何度も難病のオペを成功させた天才外科医と呼ばれていたのはあなたですよね。指導の声は真剣だった。俺が何かを否定しようとしても、その視線は揺るがない。周りのスタッフも、嘘でしょ？すごい経歴ってこと？とざわつき始める。俺は痛いほどの心拍を覚えながら、目の前に横たわる皐月の顔を見た。息は相変わらず弱々しい。放っておけるわけがない。皐月を助けたいという思いはある。でも、もう医者なんか辞めたはずの俺が、今更勝手にメスを握っていいのか。指導は苦悶の表情を浮かべたまま、視線を俺に戻した。上白先生、あなたがいれば、ここで対応できる可能性があります。どうか力を貸してくれませんか？確か、日本でも医師免許を持っていましたよね。その一言で、胸の奥に押し込めていたものが、一気に溢れ出すのを感じた。助けたい。その思いが、すべての迷いを打ち消した。わかりました。俺がやります。決意の言葉が口をついて出る。指導はほっとしたような表情を見せ、すぐにスタッフに向かって声を張り上げた。手術室を準備して、上白先生が執刀する。スタッフたちが一斉に動き出し、緊急オペの体制が整えられていく。モニターや機材が次々と手術室へ運び込まれ、看護師たちは小走りで必要な器具を揃えている。俺は渡されたスクラブに袖を通す。いつも工場の作業服だった腕が久しぶりにオペ着へと姿を変える瞬間、胸が苦しくなるほど強く脈打つ心臓を押さえながら看護師の差し出したマスクを受け取った。先生、急いでください。検査結果によれば患者の血圧はこれ以上下がると心停止の危険があります。30分も持たないかもしれません。看護師の声は震えていた。廊下に並ぶ医療スタッフも不安げな表情を浮かべ、救急モニターからは刻一刻と弱まっていくアラーム音が聞こえる。視線の先では酸素マスク越しにかすかな呼吸を繰り返す皐月が運ばれていくところだった。大丈夫。10分あれば十分だ。自然と口をついた言葉に周囲のスタッフがはっとこちらを振り返る。迷いは許されない。一刻を争うこの状況で
ためらっている時間などないのだ。すぐに手術を始める。全員準備を急いでくれ。覚悟を決めた刹那、苦手意識さえもかき消されるほどの集中力が自分の中に戻ってくるのを感じた。ドアの向こうから聞こえてくる機械の音に耳を澄ませながら、俺はわずか10分で最善を尽くす。そう心に誓い、手術室へ足を踏み入れた。それから数十分後、彼女のオペは無事成功した。医師や看護師の連携がスムーズだったのも大きいが、何より、さつきの体がギリギリの状態にも耐えてくれたことに救われた。最初は絶望的かとも思われた容体だったが、どうにか急場をしのぐことに成功する。上白先生、本当にお見事です。顔に汗をにじませながら、指導が安堵の表情でそう言ってくれる。俺は、先生と呼ばれることにまだ違和感があったが、それでも命をつなぎ止めることができた事実に胸をなで下ろす。ただ、オペが終わり、術後の観察に入った段階で、さらに詳しい検査をした結果、さつきの体には相当厄介な病が進行していることが判明した。もともと何らかの持病があったらしく、今回の発作はその症状が急激に悪化したことによるものだという。さつきがはっきり意識を取り戻したのは、オペの翌日の昼過ぎだった。カーテン越しの光が病室に柔らかく差し込んでいる。俺は病室の椅子で軽く仮眠をとっていたのだが、ベッド脇の物音に気づいて目を覚ました。あれ、ここ、病院？まだ少しぼんやりしている様子のさつきが、ゆっくりとベッドに身を起こしながら、あたりを見回す。点滴スタンドやバイタルモニター、そして包帯やらいろいろと貼られた自分の腕を見て、戸惑った表情を浮かべている。気がついたか？俺がそう声をかけると、さつきは驚いたように目を丸くして、ベッドの上であたりを見回した。点滴やバイタルモニターが並ぶ病室、そして俺が白衣姿で立っている。彼女は少し戸惑いながら眉を潜める。ここ、病院？あれ、どうして私、夢？いや、夢じゃない。お前工場で倒れたんだよ。ここに運ばれて、スタッフさんたちと一緒に治療した。今はもう大丈夫。命に別状はない。そう伝えると、さつきはほっとしたような、まだ信じられないような表情のまま、ちらりと俺の服装に視線をやった。それ、医者の格好よね。まさか、翔太、医者になっていたの？まあ、いろいろあってな。実際には医療現場を離れてたんだけど、今回は放っておけなかった。だからメスを握ったんだ。そっか、翔太が私を助けてくれたんだね。さつきはベッドのシーツをぎゅっと握りしめたまま小さく息を吐く。声にはまだ不安が混じっているようだけれど、どこか安堵も感じられた。俺はベッドの脇に腰を下ろし、彼女の顔をまっすぐ見つめる。大したことはしてないさ。正直、スタッフのみんながいなかったらどうにもならなかった。とりあえず今こうして話せるようになってよかったよ。そう言うと、さつきは小さく微笑む。しかし、どこかまだ落ち着かない様子で、ちらりとあたりを見回した。工場で働いてるって聞いてたから、まさか医者だなんて、いろいろと事情があるんだろうけど、どうして何も教えてくれなかったの？彼女の問いかけに、俺は少し言葉に詰まる。それは、長い話になるからまた後で。今はまず体を休めてくれ。言い終わるか否か、病室のドアがスッと開いた。軽快な足取りで入ってきたのは、指導先生。さつきの担当医でもある。あ、さつき、目が覚めたんだな。体調はどう？指導は柔らかな笑みを浮かべて、彼女のそばへ近づく。その表情や声色からは、医師としての冷静さだけではない。親しみのようなものが伝わってくる。さつきも少し照れくさそうに、瞬きをしてから、軽くうなずいた。まだ少しぼんやりしてるけど、さっきよりはだいぶ楽。さつきがそう言うと、ベッド脇に立っていた指導は、安堵したように微笑んでみせる。そっか、よかった。君が倒れたと聞いて正直、冷や汗かいたよ。検査の結果から見ても、しばらくは安静が一番だ。無理はしないようにね。指導が自然な動作で、さつきの手に触れながら言葉をかける様子から、二人の距離感が伺える。医者が患者を気遣う以上の親しみがそこにあった。俺は横で、その様子を見守りながら、何とも言えない胸のざわつきを覚える。すると、指導がちらりとこちらを見やり、
少し照れくさそうな苦笑いを浮かべた。いやまさか上白先生のオペを間近で見られるとは思いませんでした。さつきはラッキーだったよ。おかげで大事には至らなくて済んだ。早く元気になってもらわなきゃ困るからね。ほら、約束していたあのカフェ、まだ行けてないだろ。指導が軽快に言うと、さつきはどこか申し訳なさそうな表情を浮かべながら、小さく、そうだね。と答える。彼は、そんなさつきの手をそっと握り、微笑みを向けたまま、ちらりとこちらを振り返った。ああ、すみません。上白先生、実は僕たち付き合っていて。指導が言葉を続けようとした瞬間、俺は何とも言えない胸のざわつきを感じた。そうか、そういうことか。二人の距離感がただの医者と患者じゃないと思っていたが、俺はとっさに、じゃあそろそろ俺は、と席を立った。上白先生、今日は本当にありがとうございました。と頭を下げる指導。さつきも視線をこちらへ向け、遠慮がちに唇を動かす。また会える？一瞬、何か言おうと口を開いたようだが、さつきはこぼれそうになる言葉を無理やり飲み込んだようにも見えた。いや、工場のこととか、いろいろ聞きたいし。と、視線をさまよわせる。もちろん。さつきが小さくうなずき、俺も控えめに微笑みを返そうとした。その時だった。隣で頭を下げたままの指導が、不意に顔を上げて口を開く。二人は、もともと知り合いだったんですか？どうやら、さつきの口調が、ただの社長令嬢と工場作業員という距離感ではないことに、指導は気づいたらしい。昔同じ高校だったんです。ちょっとした知り合いというか、まあ、そんなところで。そう言うと、指導はゆるく目を丸くしてから、納得したように笑顔を見せた。なるほど、そうなんですね。失礼しました。彼は申し訳なさそうに頭を下げる。その横で、さつきは言葉を飲み込んだまま、シーツをぎゅっと握りしめている。じゃあ、とりあえずゆっくり休んで。そう言い残して、病室を後にする。扉が閉まる寸前、さつきが、こちらをちらりと見つめていたような気がしたが、俺はそのまま振り返らなかった。翌朝、いつものように工場の門をくぐった瞬間、その場の空気が昨日までとはガラリと変わっていることに気づいた。普段なら、流れ作業に没頭しているはずの作業員たちが、まるで俺を待ち構えていたかのように、一斉に視線を向けてくる。おはよう。ってなんだよ。朝からやけに注目されてる気が。戸惑いながら挨拶を返すと、同僚の一人が満面の笑みを浮かべながら寄ってきた。お前、本当に医者だったのかよ。昨日の緊急手術の話、みんなに広まってるぞ。救急車で運ばれる社長令嬢を神の手で助けたって噂だ。神の手って、オーバーだって、運が良かっただけだよ。俺はもともと医者じゃなくて。いや、医者だったけど、今はただの作業員だし、昨日、一刻を争う状況の中で、さつきを救いたい一心でメスを握った。それは、揺るぎない事実だが、だからといって、過去を清算できたわけでもない。複雑な思いを胸に抱えつつ、一応苦笑いでごまかしていると、ラ院長が大声で呼んだ。おい、上白、来客だぞ。事務所に通してるから早く行ってやれ。来客、俺に？誰だろうと思いつつ、言われた通りに事務所のドアを開けると、中にいたのは、白衣を脱いで私服姿になった指導だった。ドアを開けるや否や、指導は椅子からスッと立ち上がり、少し緊張した面持ちのまま、軽く会釈をした。工場の事務所で見る彼は、白衣姿とは違って、ややカジュアルなシャツとスラックスという装いだが、丁寧な雰囲気は変わらない。上白先生、こんにちは。昨日以来ですね。突然お邪魔して申し訳ありませんが、どうしても先生とお話ししたいことがありまして。指導が言葉を継ぐ間もなく、俺は戸惑い半分で問いかける。指導先生、まさかさつきの容体に何か変化が、まさかまた急変でもあったのか。昨日の手術が終わったばかりだというのに、そんな不安が頭をよぎる。だが、指導は小さく首を振って、いいえ、今のところは落ち着いています、と答えた。ご安心ください。さつきの容体は現時点で安定しています。ただ、それが、一時的なものでしかない可能性が高いんです。先生もご存知の通り、さつきは重い病を抱えています。彼女の病状は進行が早く、
今のままでは半年も持たないかもしれません。半年、そんなに厳しいのか。昨日までの奇跡のような緊急オペで命をつなぎ止められたはずが、その先はなおも茨の道だ。指導がわざわざここまで足を運んだのは、つまり根治のための方法を探しているということなのだろう。ええ、キューバしのぎの手術は成功しましたが、今後はきちんとした設備で、しかも高い技術を持った外科医が根本的なオペをしない限り、彼女の命を長くは維持できない。今回の病気は非常に複雑で、国内でも扱える医師は限られているのが現状です。指導は視線を落とし、苦々しげに唇を噛む。それで、先生にご相談があります。上白先生、どうか再度、オペを執刀してはいただけませんか。静かな事務所の中で、その一言がやけに大きく響いた。俺は言葉を失い、指導を見つめたまま固まってしまう。俺はもう医者じゃない。昨日のオペも、あれはどうしても放っておけなかったから。だけど、今更本格的にメスを握るなんて、声がかすれる。アメリカ時代のトラウマが一瞬で胸を蝕む。指導は申し訳なさそうに視線を落としながら、苦い表情を浮かべる。実は、先生が医療を離れた理由について、大体の経緯もわかりました。先生がかつて担当されたオペのうち、あるケースだけ、唯一の大失敗があったと。それが、サツキと同じ病気の手術だったと。俺の胸が強く締め付けられる。息が詰まるような感覚だ。今まで伏せてきた過去を、指導が、そしてサツキが、どの程度知っているのかはわからないが、こうして言及されるだけで、痛みが蘇る。あのオペは俺にとって、すべての挫折の始まりだった。その病気は、チェリーブロッサム症候群と言います。国内の症例はごくわずかで、世界的にも手術の難度が非常に高い希少疾患です。遺伝的要因や生活環境の複合で、心臓や消化器、さらに血管や肝臓まで影響が広がる危険性があります。ゆっくりと進行しながら、ある日突然、致命的な発作を引き起こすことも少なくない。まさにサツキのような形で、先生がアメリカのメディカルセンターに在籍されていた頃、チェリーブロッサム症候群に対して最先端の外科的アプローチを行い、数多くの患者を救ったことは調べていて分かりました。ですが、ただ一度、オペが失敗に終わったケースがあった。指導は一瞬言葉を切り、申し訳なさそうに眉を潜める。その患者さんは当時、余命わずかと言われていて、先生は最後の希望として懸命に手術に挑まれた。にもかかわらず、結果的には救えなかったという。論文やレポートを見ても、その事例に触れる記述だけは極端に少ないんです。多分当事者である先生しか、当時の詳しい事情はわからないでしょう。ですが、その一度の失敗がどれほど先生の心を砕いたのか、想像に難くありません。再び、当時の光景が頭をかすめる。オペ室の無機質な明かり、モニターのアラート音、そして、患者の息が永遠に途絶えた瞬間。あの時の絶望が、俺の背を冷たく、伝え落ちる汗となって蘇る。思わず拳を固く握りしめるが、指導の表情を見た瞬間、悲しさとも、切なさともつかない複雑な気持ちが押し寄せた。指導の言葉を聞きながら、俺は息を飲む。まさかここまで深く、俺の過去を調べ上げていたとは想像していなかった。封じ込めたはずの記憶と思いが、彼の言葉によって容赦なく掘り起こされる。よく調べたな。正直、それについては誰にも話すつもりはなかったんだが、俺が低い声で吐き出すと、指導は申し訳なさそうに目を伏せた。それでも、続く彼の問いは遠慮がなかった。あれは、先生の慢心だった。そうおっしゃいますが、では、だからサツキのオペはできないという結論なのでしょうか。先生は、チェリーブロッサム症候群に必要なほど挑まれていたじゃないですか。その理由は、サツキさんのためだったのですよね。そこまで言い切る指導に、俺は思わず言葉を詰まらせる。どうしてそれを？私もずっと彼女の病気を治したいと思っていました。結果として、サツキと親密になったのも、病の進行を止めてあげたいという気持ちが大きかったからです。いろいろと調べるうちに、海外でチェリーブロッサム症候群に多くの実績を上げた外科医の存在を知りました。そして、二人は同級生だった。先生がチェリーブロッサム症候群の手術を研究、
嫉妬をし続けたのは、さつきを救うためだったのではないか、と思うのは自然でしょう。指導の言葉に、俺は小さく唇を噛んだ。もう否定する理由はない。あれほど必要に研究していたのは、事実だ。全部、さつきを救いたかったから。そうだ。俺は最初からあいつの病気を知っていた。高校生の頃、さつきの家に招かれた時、偶然あるファイルを見つけてしまったんだ。そこには、彼女が幼い頃から通院している病院名と検査結果が記されていて、最初は軽い体調不良の記録だと思っていたけど、読み進めるうちに、その体調不良が尋常じゃないと気づいた。チェリーブロッサム症候群。日本でもほとんど症例がない。極めて希少な難病。下手をすれば命に関わる。だけど、さつきは普段全くそんな素振りを見せない。俺は、彼女の内に秘められた不安を想像しただけで、胸が痛んだ。とはいえ、直接病気なんだろうなんて聞くのもはばかられたし、何より、いつも完璧な彼女を乱暴に傷つけてしまうんじゃないかと思った。だから、俺は知らないふりをしたんだ。代わりに、医療の道を本気で目指そうと思った。漠然と医者になりたいという気持ちはあったが、その時確信したんだよ。さつきの力になりたい。いつか、万が一あいつの病気が進行した時、俺なら治してやれるかもしれないって。徹底的に、チェリーブロッサム症候群の文献を漁って、可能な限り専門家の講義を受けて、大学でもさらに留学して最先端の研究と臨床に打ち込んだ。うまくいっていたんだよ。いくつもオペを成功させて、救えた患者も少なくはなかった。だけど、そこまで口にして、思い出したくない映像が脳裏をよぎる。俺は悔しさからか、拳を固く握りしめた。結局、あの一度の失敗で、俺は自分の慢心を思い知らされた。どんなに実績を積んでも、どれだけ自信があっても、神様みたいに絶対はない。俺は自分の力を過信していたんだ。救えると思っていた。だけど、患者さんは帰ってこなかった。彼女と同じ病気の人を、俺は救えなかったんだ。だから、もう二度と挑まないって決めたんだ。いくら天才外科医なんて言われたって、あの絶望を思い出すと、どうしてもメスを握る手が震えてしまう。あの時守れなかった命が重くのしかかる。もしあの失敗がなかったら、もし俺がもう少し自分自身と技術を冷静に見ていられたら、さつきを救うために迷わずメスを握っていたのかもしれない。そうつぶやいてぐっと奥歯を噛む。指導は黙って聞き入っていたが、俺の話が一段落すると、そっとまぶたを閉じて大きく息を吐いた。上白先生がどうして医療を捨てて日本に戻って来られたのか、今ならはっきり理解できました。そして、その動機が、さつきへの思いに端を発していたことも。指導は一歩こちらに近づいて、静かながら力強い声で言い放つ。先生は、あの失敗が慢心だったと言いましたね。そしてそれを糧に、もう一度奮い立つこともできるはずです。先生にしかない経験と技術があります。何より、さつきを救いたいという強い思いが、ずっと根底にあるじゃないですか。私は、その思いがあればこそ、きっとさつきの命をつなぎ止めることができると思っています。だからどうか、彼女の病気ともう一度向き合っていただけませんか。言葉を失った俺の視界に、高校時代のさつきの笑顔がフラッシュバックする。いつも強がっていたけれど、本当は誰にも言えない不安を抱えていた。あの時偶然見つけたファイルを読みながら、胸を痛め、同時に彼女の力になりたい、と強く決意した自分がいた。さつきに会ってくる。話したいこともあるし、ちゃんと見舞いにも行かないとな。そう言い切る俺に、指導は一瞬はっと息を飲んだように見えた。それから安堵の表情を浮かべて、深く頭を下げる。ありがとうございます。お待ちしています、上白先生。指導は丁寧に礼を述べ、静かに事務所を出て行った。指導が事務所を出て行った後、その静かな余韻に浸る暇もなく、扉の向こうから工場長の声が響いた。いつになく鋭い調子で俺の名前を呼んでいる。上白、ちょっと事務所へ来い。いつもは温厚な工場長がこのトーンで呼ぶのは珍しい。何事かと思いながら足早に向かうと、彼は腕を組んだまま難しい顔で机の前に立っていた。工場長、どうかしましたか。口を開いた瞬間、工場長はため息混じりに一言、突き放すように告げる。お前はクビだ。
今日限りでもううちの工場を辞めてもらう。あまりにも突拍子のない言葉に思わず耳を疑った。まさか自分が解雇される日が来るなんて想像もしていなかった。無意識に口元が震え、動揺を隠せない。ちょっと待ってください。なんで俺が。工場長は俺の言葉を遮るように深く息を吐く。その表情は厳しいが、どこか温かみも滲んでいた。お前医者だったんだろ。しかも大層な腕を持ってるそうじゃないか。下請けの工場でパーツ組み立てなんてやってる場合じゃないだろ。それは、俺が勝手にここへ就職して。知ってるよ。最初に面接に来た時、お前まるで魂が抜けたみたいな顔してた。見るからに何かを背負い込んでいて、希望とか夢とか、そういうもんが全部消えかけてるように見えた。だから拾ってやらなきゃと思ったんだ。仕事が欲しいって言うし、何より手先は器用だしな。工場長はそう言いながら、組んでいた腕をほどいてこちらを見る。その眼差しに宿るのは叱責よりも、むしろ優しさと言った方が近い。最初はそれでもよかったさ。お前がどんな過去を抱えてきても、ここで働くことで何かを見つけられるなら。だけど今は違う。必要とされてる場所があるんだろう。お前にしかできないことがちゃんとあるんだよ。その言葉に胸の奥がじんと熱くなる。でも俺、ここの仕事は好きでした。パーツの精密加工や組み立ても、誰かの命を支える機器の一部になるんだって思うと、誇りを持てました。工場長やみんなが俺を受け入れてくれたから、なんとかここまで。言いかけて、思わず唇が震える。まさか、こんな形でやめろなんて言われるとは。工場で働くようになってから、一度捨てた医療の世界をすっかり遠ざけるつもりだったのに。ここの技術力を間近で見て、心が弾んだこともある。工場員として作業にのめり込み、少しずつ前を向けるようになった気さえした。ありがとうよ、上白。お前が来てくれたおかげで、うちは随分助かった。ここのところ、難しいパーツの加工精度も上がったし、品質管理の見直しも徹底できた。たまに意見をくれて助かったんだよ。だがな。そこで工場長はわずかに口元をほころばせ、まるで親父が息子を送り出すように、ポンと俺の肩を叩く。今のお前の目は、もうあの時最初に来た時の目じゃない。あん時はまるで、ボロボロの野良猫みたいだったが、今はしっかり光が宿ってるじゃないか。なら行きな。医者ってのは誰かの命を救う仕事なんだろう。ここでパーツを作るよりも大事なことがあるんだろう。まっすぐな言葉に鼻の奥がツンと熱くなる。ここの作業は大変だったし、単調でもあったけど、俺には救いだった。二度と医療に関わらないための逃げ場所だったのかもしれない。けれど、今目の前に再びメスを握って誰かを救う道がある。工場長はその事実を俺に突きつけているのだ。工場長。いいんだよ、上白。たまには顔を出せ。お前が助けた技術やノウハウは残ってる。もしまたフラッと戻ってきたいならいつでも歓迎してやるさ。だが、今は先に行け。お前にしかできないことをやってこい。その言葉にこらえていたものがこみ上げる。俺は歯を食いしばりながら目を伏せた。大切な居場所だったからこそ、こんなにも名残惜しい。だが、工場長の瞳はどこか誇らしげにも見える。わかりました。お世話になりました。俺、もう逃げません。そう言い切ると、工場長は満足げにうなずき、軽く手を振る。そうか。なら、明日から来なくていいぞ。お前の分の仕事は他の連中で分担する。今までよく頑張ったな。そんな風に突き放すようでいて、実は俺の背中を力強く押してくれている。涙なんか簡単に見せてたまるかと思うが、喉の奥がせり上がるものを抑えきれない。ありがとうございました。本当に感謝してます。ここで働けてよかった。最後は声がかすれてしまう。工場長は無言でうなずき、俺の肩を叩いてから、いつものように、ライン長に伝えとくぞ、と背を向けた。こうして俺は辞めさせられる形になったが、胸の奥には不思議な清々しさすらあった。ここに逃げ込んだ時の自分は確かに弱っていて、医療からも夢からも逃げていた。だけど今は違う。足を踏み出す決意ができそうだ。それから数日後、工場を正式に退職した翌日、俺は覚悟を決めて、さつきの病室に足を運んだ。外来フロアを抜け、エレベーターに乗り、彼女が入院する個室のドアをノックする。
その音がやけに大きく感じられ、胸の鼓動も高鳴っている。どうぞ。弱々しい声が聞こえると同時に、ドアを開けた。そこにはベッドに腰掛け、点滴スタンドにつながれたさつきの姿があった。長い髪は少し乱れ、顔色こそ優れないものの、その瞳にはやはり真の強さが伺える。久しぶり。体の具合はどうだ？自分でも驚くほど平静を装って問いかけると、さつきは一度わずかにまぶたを伏せ、それから小さく微笑んだ。ええ、検査とか点滴とかで大変だけど、なんとかやってるわ。あなたは、辞めたのよね、工場。ああ、クビになったと言うべきか、追い出されたと言うべきか。けど、工場長に背中を押されて、やっと決心がついたんだ。そう言うと、さつきはほんの少し苦笑交じりに首をかしげる。工場長さんの人柄が目に浮かぶわね。優しくて強引で、でも思いやりがある。きっと、あなたが一番必要としているものを見抜いていたんでしょうね。その言葉に、俺は胸が熱くなる。工場で過ごした日々は、紛れもなく今の自分を奮い立たせる力になっていた。さつき、お前とちゃんと話がしたくて来たんだ。そこまで言いかけた時だった。さつきはため息混じりに、少し苛立ったようにつぶやく。あなたバカね。バカ？思わぬ返答に俺が目を丸くすると、さつきは唇をぎゅっと噛んで、自分の膝の上で手を握りしめた。私の病気知ってるでしょ？余命だってまともに保証されていない。手術を受けるにしても成功確率はごくわずか。そんな不治に近い病気を抱えた女が医者を目指すあなたのそばにいたら足かせにしかならない。だから私は高校の時、あなたを振ったのよ。その言葉は突き刺すような鋭さで、しかし何かをこらえるような痛みもにじませていた。俺は思わず言葉に詰まる。足かせって、なんでそうなる？俺はそんな風に思ったことなんて一度も。でも私は思ったの。医者の妻が不治の病だなんて笑えないでしょ。あの時のあなたは未来への期待に溢れてた。私が一緒にいれば、いつか私の病気が進行して、勉強する時間も浪費するし、あなたの夢の邪魔になる。だから、あなたには言わずに別れを切り出した。冷たくすれば、あなたも早く忘れられると思ったから。さつきは悔しそうに言葉を吐き出す。高校生の自分ができる最大の決断だったのだろう。でも、私は後悔してない。この先どうなるかわからないなら、いっそ一人で好き勝手に生きた方がマシだと思った。そうやって今まで後悔しない選択を重ねてきたつもり。あなたのこともできるだけ忘れようとした。その声には自重じみた響きが含まれている。俺は震える拳を見下ろしながら、喉の奥が痛くなるのを感じていた。冷たく別れを告げられたあの日の苦しみが、今こうしてさつきの本心を知ることで別の痛みに変わっていく。医者の妻が不治の病なんて笑えないって、本気でそう思ったのか。俺は、お前が足かせなんて一度だって思わなかった。むしろ、自分が医者になるのはお前を救いたいからだって、あの頃は信じて疑わなかったんだぞ。知ってる。だから余計に辛かった。あなたが私の病気を隠して優しくしてくれるのも、夢に向かって勉強してる姿も、全部見てた。あなたを心から応援してたのに、私のせいであなたが人生を狂わせるなんて耐えられなかったのよ。だから、最低な手段でも何でもいいから、突き放すしかなかった。高鳴る胸の奥で、言い知れぬ悲しみがせり上がる。あの日、自分が味わった絶望と裏腹に、さつきもまた苦しんでいたのだ。でも、逃げたのは俺の方でもあった。医者になって、チェリーブロッサム症候群と一生懸命に戦う中で、一度の失敗に打ちのめされて、お前を救うための道を、自分から降りてしまった。お前に何も言わないまま、医療を捨て、工場に身を置いた俺。それも結局、過去から逃げただけだ。さつきだけを責めることなんてできない。一瞬、言葉のない空気が二人を包む。すると、さつきがぎゅっと瞳を閉じて、かすれた声を紡いだ。あなたは、今でも後悔してる？あの時私を救えなかったことも、医者として患者さんを救えなかったことも、全部含めて。後悔しかない。全部が俺の弱さだったと思う。今でも怖い。もしまた失敗して、お前まで失うことになるなら、そんなの考えるだけで息が詰まりそうなんだ。さつきは一瞬だけ、
悲しそうに目を伏せる。けれど、その後ふっと笑った。その笑みは儚くも優しく、かつての高校時代の面影を鮮明に思い出させる。そっか。でもね、私には時間がないの。いつ命が燃え尽きるかわからない。それでも、病気と向き合って生きてきたし、後悔しないように毎日を過ごしてきたつもり。だから、あなたが今も後悔しているなら、私をオペして、私の体であなたの未来を掴んでほしい。さつき。高校の時、あなたは私を支えてくれた。弱いところを見せるのが嫌だった私に、そっと寄り添ってくれた。そんなあなたに感謝してるし、好きだった。それは今も変わらないよ。私の命を使っていいなんて言い方はひどいかもしれないけど、もしこれがあなたがまた未来を信じるきっかけになるなら、こんな私でも少しは意味があると思うから。さつきの瞳には涙が浮かんでいた。俺もまた、痛いほど胸が締め付けられる。失敗を恐れて尻込みするより、今度こそ、大切な人を救うために全力を尽くす。それが、本当の後悔しない生き方なのかもしれない。ありがとう。お前がそう言ってくれるなら、俺は二度と逃げない。お前の命を使うなんて言葉、聞きたくないけど、それでも、必ずお前を助けるためにメスを握る。お前を救って、一緒に笑える未来を作りたい。言い切ると同時に、こらえていたものが胸の奥で崩れ落ちるように涙がこぼれた。さつきもまた、ポロポロと大粒の涙を流す。病室の静寂の中で、俺たちはもう一度、お互いの手を取り合う。あなたの気持ちを踏みにじってしまった。こんな私でも本当に救ってくれるの？もちろん、お前は俺にとって大切な人だ。過去の失敗も、ここの病も、全部含めてお前を助けたいんだ。今度こそ、後悔しないために。さつきは泣き笑いのまま、小さくうなずいてくれた。その笑顔を見ていると、高校時代、体育館裏で泣いていた彼女に、手を差し伸べた時の気持ちが蘇ってくる。あの時と同じように、今度こそは、最後までさつきの手を離さないと誓う。外では、降り出した雨が、しとしととガラスを濡らしていた。けれど、この病室の中には、ささやかなぬくもりが生まれている。明日への希望が、涙とともにゆっくりと広がっていくのを感じた。それから、すべてが目まぐるしく動き出した。さつきは、緊急的に受けた治療で容体が安定し、さらに精密検査を重ねながら、いよいよ本格的な再手術に挑むことになった。そして迎えた手術当日。長時間に及ぶ手術は、何度も臨界点を超えるほどの緊張が張り詰めた。少しでも判断を誤れば、多臓器不全に陥る可能性があったし、一瞬の油断も許されない。けれど、指導先生をはじめとする優秀なスタッフたちが、的確なサポートを続けてくれる。あと少し、ここさえ乗り切れば、看護師が差し出す機械を受け取り、確信に近い感覚で最後の縫合に挑む。そして、長い長い時間をかけて行われた大手術は、ついに成功を迎える。手術は、成功だ。そう言葉にした瞬間、手術室には、抑えきれない歓喜の波が広がる。看護師が泣きそうな顔で、先生、すごいです。と微笑み、指導は、お疲れ様です。本当に。と、安堵のため息をつく。院長がわざわざ手術室まで駆けつけて、上白先生、見事です。と、涙ぐんだ声で肩を叩いてきた。その光景を見ても、俺はまだ半信半疑だった。けれど、紛れもなくさつきは今、生きている。その小さな胸は確かに上下し、手術のライトに照らされた方は、ほんのり赤みを帯びていた。過去の失敗を振り切れたわけではない。だが、それでも今度はこの命を救えた。頬を伝う汗や涙も、抑えることができなかった。手術後、さつきは ICU でしばらく集中治療を受け、少しずつ経過が安定していった。容体はかなり良好です。予定より早く回復していくかもしれませんよ。回診のたびに担当看護師や医師たちが朗報を告げてくれる。院長も、医学的にも奇跡と言っていい成果だ。まさに君の復活は病院にとっても大きい。と太鼓判を押し、なんと正式にこの病院の外科医として医者に戻ってほしいと申し出てきたのだ。院長先生。でも俺はずっと医療を捨てていた身で。そんな過去は関係ありません。今回のオペだけでも
あなたの腕は紛れもない本物だと証明されました。私から頼みます。うちの病院で再び外科医として働いていただけませんか。院長の言葉は断固たるもので、俺は思わずかしこまる。横で指導が、ぜひお願いしますと、微笑んでくれたのを見て、自然と頬が緩んだ。ありがとうございます。ぜひ、やらせてください。こうして、俺が医者としての第二の人生をこの病院で始めることが正式に決まった翌日。バタバタと忙しい中でも、さつきの病室だけはなんだかほっとする空間になっていた。長い入院生活の疲れが少し和らぎ、彼女はだいぶ元気を取り戻しているようだ。ベッドの上で俺に無茶な注文をつけて遊んでいる姿は、まるで高校時代のあの頃に戻ったかのようだ。おいおい、なんだよその急な思いつきは。まだ術後間もないのにゲーム大会なんて大丈夫か？もう暇で仕方ないんだもん。こんなちょっとでいいの。付き合ってよ。難しい話ばっかりしてたら飽きちゃうでしょ。さつきはいたずらっぽい笑みを浮かべながら、差し入れでもらったばかりのポータブルゲーム機を手にしている。ほんの数週間前は命の危機に瀕していたとは思えないほど、その笑顔は生き生きと輝いていた。たく、しょうがないな。じゃあ少しだけだぞ。無理したら指導先生に怒られそうだからな。そう言って、手術着のポケットからスマホを取り出し、どれだけ時間が取れそうか確認しようとしたところ、病室のドアが小さくノックされた。ドアを開けて顔を出したのは指導だった。おう、指導先生、どうした？今日は非番じゃなかったか？俺が声をかけると、指導は軽く手を挙げて部屋の中へ入ってきた。珍しく表情は晴れやかだが、どこか決意めいたものが滲んでいる。やあ、二人とも。ちょっと暇ができたから顔を出そうと思ってね。でもタイミング悪かったかな。何やら楽しそうにしているところみたいだし。いや、ちょっとゲームに付き合ってただけだ。じゃあ俺もう行くよ。話があるんだろ。さつきと。そう言いかけたところ、指導は手をひらひらと振って制した。いやいや、上白先生までいなくならなくていい。大事な話だから。できれば一緒に聞いてほしいくらいさ。さつきは、大事な話、と声を落とす。すると指導は小さく息を吐き、肩の力を抜くように両手を広げてみせた。実は俺、最近モテ期らしくてね。なんだかいろんな人から誘いがあるんだよ。おかげで困っちゃってさ。だからもう、さつきとは恋人をやめようと思って。さつきはポカンと目を見開く。まさか、指導がこんな軽い調子で言い出すとは思っていなかったのだろう。一方、俺も事情を知ってはいるが、その切り出し方のあまりの唐突さに意表をつかれてしまった。いや、さ、指導先生。言い方ちょっと雑じゃないか。へへ、わかってる。ごめん。でもこうでもしないと、君たちが遠慮してしまいそうだからね。さつき、正直に言うよ。俺は君を仕事のパートナーとして大事に思ってた。そして、なんて言うんだろう。自分でも恋愛感情だと勘違いしようとしてた時期もあった。だけど、君の心が常に誰かの方を向いてることは分かってたんだ。そう言って、指導はちらりと俺の方を見やる。さつき、ありがとう。君は俺にとって本当に大切な人だった。正直に言うと、最初は相棒として一緒に病気と向き合ううちに、気づいたら心から好きになっていたんだ。医者としても一人の男としても、君を救うために一生懸命だった。だけど、君が本当に望んでいるのは別の未来だって分かってた。無理に恋人関係を持ち出してみても、君の心までは縛れない。どこかでそれを痛感しながらも、気持ちを諦めきれなかったのは、俺のわがままだったんだと思う。さつきは瞳を潤ませながら、それでも申し訳なさげに視線を伏せる。ごめん。指導くんが一生懸命思ってくれているのは伝わってた。でも私、気づかないふりをしていただけだったんだ。あなたを傷つけたよね。傷つけられたかって言われると、まあ、そうかもしれない。でも、君と出会えたことで、俺は医者としても随分成長できた。君の病気を少しでも治そうと、二人で取り組んで、その時間があったから、今の俺がある。だから、感謝してるんだよ。ありがとう、さつき。さつきは、両手をぎゅっと握りしめ、涙を落としそうなほど切なげな表情を浮かべる。指導くん、本当にありがとう。あなたがいなかったら私、きっと逃げっぱなしで病気に負けてた。あなたと過ごした時間は嘘じゃない。
私にとっても大事な思い出だよ。その言葉を聞いたシドは少しだけ目を伏せた後、静かにうなずく。そして振り絞るように笑みを作った。それじゃあまた院内で会おう。治療のことならいつでも相談してくれ。上白先生、さつきのことどうか頼みましたよ。シドが病室を後にすると、さつきは小さく息を吐いてドアの方を見つめた。瞳にはわずかな涙が浮かんでいるものの、どこか晴れやかな空気が漂っている。これまで抱え込んでいた後悔や罪悪感にやっと区切りをつけられたのだろう。それからほどなくしてさつきは退院し、リハビリや定期的な通院を続けながらも少しずつ体調を取り戻していった。そして俺は外科医として正式に病院へ復帰し、目まぐるしい日々を送ることになった。時には夜通しのオペが続き、帰宅する頃にはクタクタになることも多い。けれど患者を助けるために再びメスを握れる喜びは何にも代え難い。過去の失敗に足を取られなくなったのはさつきの存在が大きいと実感する。さつき、もうこんな時間だけど大丈夫なのか？無理するなよ。ある夕暮れ、彼女が手術の終わった俺を迎えに来てくれた。院内の廊下で待っていたさつきはスーツ姿に身を包み、昔よりも一段と凛とした雰囲気をまとっている。彼女は病気と闘いつつも、父の会社、今や自分が経営を担う桜ホールディングスのために働いていた。そしてつい先日、正式に社長に就任したのだ。ちょうど取締役会が早めに終わったから、こっちに顔を出してみようと思って。疲れてるんじゃない？顔が少しやつれてるわよ。彼女がそんな風に心配してくると、俺は思わず苦笑を返してしまう。いや、大丈夫だよ。手術が長引いたから疲れてるけど、気力はまだ残ってる。むしろ、お前の方こそ、社長業で倒れたりしないか心配なんだが。するとさつきは小さく鼻を鳴らし、どこか得意げに胸を張ってみせる。私の方が元気に決まってるでしょ？病気を乗り越えた女なんだから。それよりあなたの方が心配よ。旦那さんに倒れられたら私、今度こそ立ち直れなくなるかもしれないわ。はは、そうだな。俺が思わず苦笑しながら返事をすると、さつきはいたずらっぽい笑みを浮かべたまま、ふっと視線を落とす。お互いに左手を見下ろしたその先、指先には、ささやかながらも確かな存在感を放つリングが輝いていた。人生に絶対はない。失敗や病、別れがいつ襲うかわからない。だけど、それでも進むべき道を選び、支え合いながら歩いていけば、きっと思い描いていた未来にたどり着ける。そんな学びを胸に刻みながら、今日も俺は白衣を羽織って病院へ向かう。さつきと手を取り合い、かけがえのない命を守るために。